こんにちは。ナビゲーターの小原ちゃんです。今日はネパールのカトマンズダルバール広場の歴史を紐解きます。この広場には実に1700年もの歴史が折り重なっています。あなたはネパールがどうして神秘の国と呼ばれているかをご存知ですか？ヒンドゥー教と仏教が融合するネパールの秘密やヒンドゥーと仏教の共通点と決定的な違いについては、これからの10分間でそのすべてが解き明かされます。カトマンズのダルバール広場への旅は、まるで時間を超えた物語の中に足を踏み入れるかのようです。ここに立つと僕たちは世界の喧騒を離れ、静寂と調和が織りなす空間に包まれます。さて、早速ダルバール広場の中心部から旅を始めましょう。この宮殿に足を踏み入れれば、ネワール建築の建物とすべてが手仕事でなされた圧倒的な彫刻とが僕たちを迎え入れてくれます。カトマンズのダルバール広場には時代を超えた物語が息づいています。かつてこの地はネパールの心ともいえる宮殿、すなわちダルバールが立ち並ぶ場所でした。この美しい広場は歴史のページをゆっくりとめくるように、3つの王朝の移り変わりの物語を優しく語りかけてくれます。3世紀のリッチャビ王朝に続いてカトマンズ渓谷で栄えたのはマンラ王朝でした。マンラ王には3人の息子と1人の娘がいて、彼らはカトマンズ渓谷を4つに分けて治めました。それぞれの地はカンティプル、バクタプル、キルティプル、そしてラリティプルと名付けられました。カトマンズ渓谷の周りには40を超える小国がありました。17世紀に入るとシャー家が治めるグルカ国がその小国を次々と制圧し、ネパールは一つに統一されます。そして1769年、マンラ王朝にとって代わりシャー王朝が誕生したのでした。シャー王朝はネパールが王政を廃止し連邦民主制の歩みを始めるまでネパールを治め続けます。王政の終わり、それは2008年のことでした。ネパールは19世紀まで謎のベールに包まれた国でした。シャー王朝はその国境を固く閉ざしていたのです。ネパールの国境が世界に開かれたのは1947年のことでした。その頃のカトマンズは田園風景が広がり、車やバイクは 3,4 時間に1台通るか通らないかというほどの静かな場所。ここには穏やかな時間が流れていました。この国に初めて足を踏み入れた外国人たちは、ダルバール広場の南側に伸びるフリッキー通りにある数えるほどの宿に泊まりました。さて、クマリの館の脇に鎮座するシャカモニ寺院へと向かいましょう。7世紀に建立されたこの仏教寺院には静けさと平和が息づいています。この場所はブッダに捧げられ、ネパールの豊かな仏教の伝統を今に伝えています。ネパールには2つのタイプの仏教寺院が存在します。一つはチベット仏教の寺院。それは黄金の屋根と白い石やマーブルストーンで作られています。そしてもう一つはネパール仏教の寺院で、粘土と木で作られます。それはビハーラやマハビハーラと呼ばれるもので、マハは偉大な、ビハーラは寺院を意味しています。仏教ではマンダラが宇宙の象徴として重要な意味を持ちます。
空から仏教のお寺を見下ろすと、その形は円形をしており、この円は宇宙を表しています。仏教哲学において、僕たち人間は曼荼羅の外にいて、その中心を目指しています。ブッダは曼荼羅の中心にいて、その世界は涅槃と呼ばれます。僕たちが曼荼羅の外にいるのは、エゴやプライド、妬みや怒りといった煩悩を持っているから。けれどブッダは、すべての人が曼荼羅の中心にたどり着けると説いています。輪廻転生を繰り返しながら、良い行いと瞑想を重ねることで、僕たちは曼荼羅の中心、すなわち涅槃に近づくことができるというのです。また曼荼羅には4つの門があり、それはどの宗教や文化に属する人にも分け隔てなく、涅槃への道が開かれていることを意味しています。カトマンズという町の名の由来、それはこのお寺にあります。カスタマンドップ寺院はダルバール広場の南西の端に、まるで時の流れを見守る老木のように佇みます。12世紀に一本の大きな木から建てられたこの寺院は、カトマンズという名前の起源となりました。カトは木、マンズはお寺を意味し、この2つが合わさってカトマンズという名が生まれたのです。木と粘土のみを使ったこのシンプルな寺院は、時を経てもなおこの町に優しく溶け込んでいます。ダルバール広場の中ほどにはマジュデガ寺院が鎮座します。このお寺は別名ヒッピーテンプル。1947年に国境が開かれると、人々は静けさの中でこのマジュデガ寺院に集いました。ヨギやサドゥ、聖者たちはこの寺院で深い瞑想を行い、多くの外国人たちもその穏やかな雰囲気に魅了され、ふるさとに戻ることなくネパールにとどまりました。彼らはルンギを身にまとい、ギターを手に歌を奏でながら暮らしました。そんな彼らの姿から、マジュデガ寺院はヒッピーテンプルと呼ばれるようになったのです。そしてダルバール広場の北側に歩を進めると、そこに鎮座するのはスウェト・バイラブ。シバ神のダークサイドの化身であり、守護神として人々の敬意を集めます。その口から湧き出る水を飲めば、祝福によって人々は災いや病を逃れ、健康と幸運を得ると信じられています。スウェト・バイラブはシバ神の化身の中でも最も恐ろしく獰猛であるとされ、普段は扉の向こう側に隠されています。そのすべてがお目見えするのは大祭インドラジャトラの期間中のみ。けれどその口元の一枚の扉が開かれる夕方の時間帯には、多くの人がここを訪れます。そして守護神スウェト・バイラブへ祈りを捧げるのです。さて、ダルバール広場の北の入り口あたりに戻ってきました。ここにも歴史ある多くのお寺が佇み、夕暮れの柔らかな光に包まれています。地元の人々は寺院の陰に集い、憩います。この場所はただの歴史的遺産以上のもの。ここには彼らの暮らしが息づき、日常の一コマ一コマが繊細に未来へと織り込まれていきます。立ち止まって周囲を見渡せば、1700年もの歳月を経たこの地に秘められた物語が心に浮かび上がります。そしてここに立つ僕たちもその壮大な歴史の一部となり、時の流れの中で静かに呼吸をするのです。このカマストラ寺院は命のお寺、愛と喜びの神クリシュナに捧げられています。15世紀に建立されたこの寺院は、
命の創造と豊かな愛の象徴として今も変わらぬ教えを伝えています。ここは感覚を研ぎ澄ませ、命の神秘と愛の深淵を学ぶ場所。この寺院の軒を見上げれば、脈々と続く命の重みと、それを受け取っているという奇跡に心を奪われます。そしてそのそばでは、緑色の屋根をしたタレジュ寺院が優しく微笑んでいます。その堂々とした姿には、時を超えた神秘が息づいています。15世紀に建てられたこのお寺は、今も変わらぬ姿で僕たちを迎えてくれます。この寺院は女神ドゥルガーとカーリーに捧げられています。ドゥルガーとカーリーはシバ神の妻パールバティのダークサイド。パールバティは何度も生まれ変わり、9つの姿があると言われています。その9つ目の姿が生き神様クマリです。普段は閉ざされているタレジュ寺院の門が1年に一度だけ開かれるダサイン祭の9日目には108の生贄が捧げられます。108という数字はこの銀河にある9つの惑星と地上の1年に存在する12の月とを掛け合わせた数。古代の占星術により導き出された宇宙の秩序と地上の命が調和する神聖な象徴です。この数字はヒンドゥー教と仏教においても中心的な役割を果たし、天国と涅槃への道を照らします。ヒンドゥーの天国は輪廻の中にあり、仏教の涅槃は輪廻の外にあるとされます。夕暮れ時のカトマンズ・ダルバール広場。振り向けばカルバイラブがいたずらっぽくその笑みを浮かべています。ダルバール広場の旅。それは過去を敬い、今を生き、未来へと紡ぐことの大切さを教えてくれます。この広場の石畳に足を踏み入れ、雄大な時間の流れに身を置いたとき、僕たちもまたその歴史の一部となるのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ネパール番外編エピソード2いかがでしたか？カトマンズの街にぽっかりと佇むダルバール広場は、この街にすっかり飲み込まれてしまったかのように混沌とした風景に紛れています。宮殿も多くのお寺も日常に馴染み溶け込んでいます。けれどその一つ一つの前に立ち思いを馳せれば、今まで知るに及ばなかったネパールの壮大な歴史に身を置くことができるのです。朝昼晩と決して同じ姿を見せないダルバール広場。毎日のように一日に何度でも足を運びたくなる不思議な場所です。この広場の寺院の軒下に腰を下ろし、行き交う人のくつろぎの声に身を任せれば、失ってしまった膨大な時間を取り戻せたかのような、そんな豊かな感覚に包まれるのです。どうかあなたも実際に訪れてみてくださいね。さて、長く続いたネパール編も次のエピソードがとりあえずの最終回です。次回はカトマンズのただの一日をお届けします。そのただの一日が奇跡に変わったお話です。ネパール編の区切りにぴったりのエピソード、どうぞお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。世界中にただいまとおかえりを言い合える場所を増やしたい、そんな思いでお届けしているただいま.earth。高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それでは次回のエピソードでお会いしましょう。じゃあまたねー。